まあいいや、エビキャンの話をしますか。先月6月の日にち忘れちゃったんですけど、海老沢さん主催のキャンプイベントがありまして、参加させてもらってきたんですけど、参加はどんぐらいだったんだろう。10組ぐらいですかね、多分。もっといたかな、わかんない。結構ファミリーが多くて、海老沢さんがカングーっていう車乗ってるんですけど、そのつながりの人が多かったみたいで、多かったっていうかほぼそうなのかな、よくわかんないですけど、結構ファミリーが多かったですね。ソロの人は自分含めて2、3組かな。結構ね、ファミリーなんで子供が多くて、子供が走り回ってるようなキャンプでしたけど、まあね、自分基本ソロとかが多いんで、平日絡みのソロが多いんで、結構ね、人がいるとかあんま行かないんですけど、まあたまには楽しいですよね、そういうのも。子供の声が聞こえるキャンプっていうか、賑やかで、楽しかったですね。また次回があればね、行きたいと思いますけど。結構いろんなイベントが、海老沢さんがいろいろビンゴ大会とかじゃんけん大会とかやってくれて、まあ何も当たんなかったですけどね、楽しかったです。で、そのエビキャンの時に初めて視聴者さんに声をかけられまして、栄ポンさん、ちょっと名前間違ってたらごめんなさいに声かけられて、見てますって言われて、どうもっつって、なんかすいませんみたいなね、初めて声かけられて、やっぱしばらくニヤニヤしてましたね。見てる人いるんだと思って。で、そういう時に、その時も、海老沢さんにもなんですけど、ステッカーもらったんですよね。その時に何も返しができないっていうのはちょっと、なんつうか、心苦しいというか、くなっちゃうんですよね。なので、自分もね、ステッカーとか作った方がいいのかなと思うんですけど、めんどくさくない？楽しそうだけど、つうか話聞いてたの？なんで？作ってくれるの？いや、やめて。やめて。
テッカーね。作っても配るとこないよね。配るとこないよ。だからもらった人に返せばいいんじゃない？めったにもらわない。自分から差し出さない。めったに人に会わないの。そうだね。だからレアなんじゃない？逆に。逆に逆にレアなんじゃない？ちょっと考えてみる？考えてみますか？そうか。どんなんがいいんだろうね。あんま、いや、顔とかいいから。似顔絵全部。似顔絵とかいいよ。あんまりこう目立たねえするんじゃない？面白さを全部見出す。いや、そういうの狙って外した時に恥ずかしいから。そういった多彩な顔を全部見出して。ちょっと泥棒でいいかな。ちょっと何言ってるかわかんない。顔はいらない。まあ考えてみますか。ね。まあ、そんなエビキャンですよ。ちょっとね、天気は最初だけかな、悪かった。悪いって終始晴れはしなかったですけど、曇り。最初風が強くて、結構ね、風が強いのに一番風の影響を受けるところに設営しちゃって、結構大変だったんですけど、まあなんとか持ちこたえて。響きの森。もうなかなかいいキャンプ場で、あそこね、予約限定っていうか、貸し切り限定で、まあまあの値段なんで、もったいないですよね、あれ。景色いいし。それからは6月は忙しくて、今、ちょっとね、引っ越しをしてて、引っ越し代を少しでもケチろうと思って荷物を自分らで運んでて、まあそれ以外も契約だなんだってもう全然時間がなくて、それでこの間全然遊び行けなくて、この間ね、仕事中にね、ほんと頭クラクラするし、なんか気持ちが悪いしで、ストレスですよね、多分これ。ストレス、禁断症状ですよ。やっぱ人間敵でね、遊ばないとダメですよ。ね。遊びすぎ？遊んでねえよ。遊んでないじゃん、全然。やりたいこと全然やってない。釣りもしばらく行ってないし。キャンプだけはなんとかね、月1行ってるけどね。うん？キャンプじゃないところで遊びに行ってるよ。どこに？この間の山歩き？日光？山歩きもそうだけ日光っていつ行ったんだっけ？ど。6月じゃない？ 6月か。
本も行ったし、まあ行ったけど、湿原も行ったでしょ。湿原、小国沼、行った。結構行ってるよ、あっちこ違う、なんだろう。のんびりしたいの。のんびりしたいの。こうやってっち。部屋で寝てたらいいじゃん、ずっと。部屋で寝てたら腐っちゃうよ、だって。部屋でゴロゴロしてたらいい。そういうことじゃないんだよ。精神的な話よ。瞑想してればいい。瞑想自分自身と向き合う瞑想。したらもう、あれだね。ノイローゼになっちゃうよ。寝てるんでしょ。寝てない。目閉じた瞬間から寝ちゃう。寝ちゃうかもしれないけど。本当は今回のキャンプは何にもしないでもうボケーっとしようかなと思ってた。ぼーっとしたらいい。じゃあもう遅いの。何もしてないよ。何もしてないけどもうこんな時間なんだよ。何もしてないよ。何もしないでこんな時間。今何時？肉焼いて食べただけだよ。もう10時になるよ。この時送っちゃうからもうなってっかも。じゃあずーっとここでずーっといたよ。いつまで？寝ないで。いや寝る。夜中ずーっといたらいいじゃん。夜は寝る。だからもうご飯もなんかカップラーメンとか出来合いのもんとか。なんでお肉になったの？肉食べたい言うと。私は何でもいいね。食べるよ。まあご飯だけは食べたこうと思ったけど。でもなんだかんだ言ってさ、明日鮭を焼いて食べるとか言ったのは誰かさんだよ。だから朝だけは朝から和食が食べたいなと思ってキャンプで。まあエビキャンの時も朝ご飯炊いてっつうかあれ飯袋でやって美味しくなかったから。そう飯袋美味しくねえんだよあんまり。やり方悪いのかわかんないけど。やり方悪いかもしれないね。上手に作ってる人よ。世の中にはいるかもしれない。たまたまなのかもしれない。使い方悪い。そうなのかな。家でも何回かやってみたんだけどうまくいかねえんだよね。相性が悪いんじゃない？じゃあもうダメじゃん。楽しちゃダメだったことだよ。そう普通に炊いた方が美味しい。この袋って特殊な袋なの？特殊だよ。普通のビニール袋の中にご飯入れてできるわけじゃないんだ。お湯に湯煎して。ちゃんと研いで水分量測って入れてやればできるんじゃない？じゃあ同じじゃない？じゃあ飯袋は米研ぐ必要もないし、ただ米入れて沸騰したお湯に入れるだけ。無洗米を袋に入れて沸騰したお湯の中に入れたらできるんじゃない？じゃあ水の分量測らなくていい。そのくらいの手間ぐらいだったらできるじゃない？水ちょっとあと水に無洗米買ってきて。つけとく必要ないし。っていうことで買ってみたんだけど、前から一回使ってみようと思って買ってみたんだけど、何個入り？わかんない。結構入ってる。袋がいっぱい入ってんの？そう。中身は？中身って米。この米は自分で買うんだよ。どういうこと？袋は袋に入ってるの。あ、わかった。水に浸しとかなくていいからっていうところが出てるの。その袋があったりして。特殊な袋で
米のなんつうのぬかは抜けるけどっああ、わかった。ていうやつ。何わかった？穴から抜けてくってこと。そうそう。無洗米じゃなくて普通のお米が。米は抜けないよ。お米のぬかが抜けてくんでしょ。そういちいち洗わなくてもいいんだ。そう。そう。吸っただけのお米をそのまんま入れてお湯の中に入れてくる。そう。吸ったってね。お米精米してあるお米。そうそう。米白米。そのまんま洗わないでそのまま布団の中にそう入れてお湯の湯煎のただ中に煮ればいいの。と出てくんだ。ぬか臭さがお湯に溶け出して。っていうでも逆には入らないんだ。のはずなんだけど、だけどご飯硬くなった。なんか硬いし、硬いのはね、煮る時間ちょっと伸ばしたら、若干柔らかくはなったんだだけどけど、味が美味しくない。ぬか臭いね。なんだろうな、なんつうのかな。お米が悪いわけじゃない。家でやってみる？嫌だ。わざわざそんなリスクをしてまで食べたいと思わないの。お湯から入れたの？水から入れたの？も沸騰したお湯に入れるうそういうやり方なの？の。で、蓋をしないで、何分だっけな。じゃあ教えてもらって。誰に？それが美味しく炊ける人いんのかな。美味しく炊ける人いたら教えてください。飯袋マスター。そういう商品が出てくるっていうことは美味しくできるから出てるんじゃないの？なんだろうね、わかんない。ただ手間が省けるよっていう話かも。じゃあもう無洗米入れればいいんじゃない？うん？無洗米で何が？袋の中に無洗米入れて。一応研ぎたい、どうしても研ぎたい人は袋に米入れて、水にこうジャーってやりながらちょっと揉むと研げるんだよ。そしてそれでもやってみたの？それでもダメなの？それでもあんまり。じゃあ無洗米にしてみたら今度。なんかね、米に芯が残るっていうかなんかね、ボソボソしちゃう。何が悪いの？ボソボソするの。油入れてみたら？油？そんな裏技あんの？知らないからやってみたら？ちょっと油入れて。油入れるとボソボソしない？なんかよくあるじゃん。古いお米に油をちょっと混ぜるとか何かをちょっと混ぜるって、それをやってみたら。ああ、なんかあるね。聞いたことあるね、それ。一回やってみたいキャンプがあるんだけど、何キャンプ？全部レンタルキャンプ。いくらかかるの？でもエンゼルフォレストだと、テントとテーブルと椅子と、なんかいろいろついて1万くらい。まあそこキャンプ代が高いけどね。キャンプ代8000円ぐらいだ、確か。2万近くするの？そう。高い。でもあそこのレンタル、ちょっと1000円ぐらい足すと2ルームテント貸してくれるの。どこコールマンの。一回やってみたくない？つかやってみたい。やって。自分で食べて、自分で立てるの？で自分でしまってそれを戻すだけ。そう。確かお金払えば立てといてくれるはずだよ、確か。そんなサービスあるの？全部立てといてくれてる。だってテント干したりしなきゃあんねえから、どう雨の日には最高だね。せ。やっといてもらって。
でもさ、自分で食べてみないとどんなもんだかわかんなくない？もちろん自分で食べるよ。楽しみすぎだね。それができればね。では高い子見るか安い子見るか。安くはないよ。だから楽しそうじゃない？